こんにちは、こまめです。出だし早々画面が情報量多い感じになっていますが、今私の脳内はドーパミンでいっぱいです今日は久しぶりのしまくりをやっていきたいと思います。前回のしまくりの動画から気づいたら3ヶ月以上経っていて、自分でもびっくりしているんですが、続きを待ってくださっている皆様、大変お待たせいたしました。今日はね、青と白とブラウンを使ってギリシャをテーマにしたリゾート地を作っていきます。場所はこちらですね。ここにホテルに併設してあるプールエリアを作って、こちらにはアイスクリーム屋さんとテラス席、岬には観光客が楽しめそうな展望台を作ります。そして3段目はカフェが併設してあるお土産屋さんを作ります。それではしまくりするエリアまで移動しましょう。到着。あらかじめ土台は作っておきました。ではまずこちらのエリアを作っていきます。ギリシャの街並みの色合いは白がベースになっているので、床一面白色のマイデザインを敷きます。西部の街並み奥位置を左側よりも右側を手前に配置してあげることで、左右均等の位置に置いた時よりも奥行きに少しだけ立体感が出たかなと思います。プールエリアといってもホテルに併設されていそうなプールエリアを作りたいので、西部の街並みで周りを囲んでホテルっぽい雰囲気になるようにしてみました。ギリシャの街はところどころに緑が植わっているイメージなので、植物系の家具を置きます。ラタンのソファを置いてくつろげるスペースを作って、メインのプールを置いたらプールエリアの完成です。ポイントは家具一つ一つにストーリー性を持たせてあげたところです。例えば傘やサンダルを置くことで、観光客が日傘を差して履いてたサンダルを脱いでプールで遊んでるんかなとか、その時の情景を想像できてしまうようなレイアウトにすることでリアリティを演出しています。植物パーテーションの位置だけ直しとこう。次はすぐ下のエリアを作っていきます。まず動線となる道以外の部分に床一面真っ白なマイデザインを敷いていくんですが、この時マイデザイン一種のみをひたすらに敷き詰めるとのっぺり感が出てしまうのかなと思うので、それを防ぐために後ほど柵を設置する予定の足元部分にはこちらのマイデザインを敷いていきます。こんな感じに敷けたので、鉄の柵を打って島と練り子を置きます。ここはエントランスっぽくしたくて、エントランスといったらきちんと整備されているイメージなので、島と練り子を上下左右対称の位置に置くことでエントランス感が出せたんじゃないかなと思うのですが、さらにエントランスっぽさを出すために植物パーテーションとガーデンライトも置いてみました。この西部の街並みのつなぎ目が見えることでハリボテ感があるので広葉樹で隠します。ハリボテ感を無理やり隠しました。次に右側に続く展望台エリアまで鉄の柵を拡張していきます。展望台の右側は1段目に家具を置けるスペースをあえて確保していて、海沿いの展望台付近にありそうな地元の人しか知らないような小さな釣りスポットを作ります。道がのっぺりしていて寂しいので、歩いても邪魔にならないかつ夜にライトアップさせることでリゾート地な雰囲気を出すためにスポットライトを等間隔に置きます。いいですね。そしたら次は右下の部分にヨットがちらっと見えたら、さらにリゾート地っぽい雰囲気出ていいかなと思ったのでヨットを置いていきますと、その前にそのまま置くと不自然なのでヨットの足元はマイデザインで海面に見せかけます。
あ、ピータンだ。なあなあ、ハッピーホームアカデミーの点数どうだったか？家の中ひっちゃかめっちゃかやから低かった気がする。おいらはまあ今後の成長に期待ってとこかな。それにしてもあれっていつ部屋を見てるんだろうだね。確かになんかちゃんと考えたことはなかったんやけど、なんかね急にホラーな展開になっちゃったけど、ちょっとそこはねあんまり深く考えたらいけない気がするな。はい、ということで気を取り直して対面が完成したのでヨットを飾ります。どうかな？うん、いい感じ。ではここに階段を設置しようと思ったんですが、このままだと石の道の前デザインが階段の手前でブツッと切れてしまっているのが現実的じゃない気がするので、階段と石の道の前デザインの境目にこちらの前デザインを敷きます。ただ今の階段の位置のまま敷いてしまうと中途半端に1マス分前デザインが飛び出してしまって見た目すっきりしないので、階段の位置を1マス分後ろに修正します。次に左側にリゾート地には必要不可欠なアイスクリーム屋さんエリアを作ります。また西部の街並みのつなぎ目を隠したいの出番がやってきましたね。はい、R な街灯で隠します。はい、また西部の街並みのハリボテ感をシェフレラを置いて緩和させます。飲食スペースをカフェのパラソルテーブルを置いて再現してみたのですが、足元にデッキの前デザインを敷いてあげた方がアイスクリーム屋さんと飲食スペースのエリアをしっかり分けることができてメリハリが出るかなと思ったので、デッキの前デザインを敷いて修正します。左隣の余ってしまった小さなスペースは喫煙スペース風にします。では最後に3段目にカフェが併設してあるお土産屋さんを作ります。ここには 5×4 マスのサブ住民の家を設置したいので、設置したい場所にタンクを仮置きしてシミュレーションをします。問題なさそうなので設置します。大丈夫そうなので地面に前デザインを敷いてベースを作っていくんですが、崖の縁やエリアのつなぎ目だけはこちらの前デザインを敷きます。お土産屋さんの後ろはエリアとエリアの境目をなじませるために縦板の柵を打って、ギリシャの街並みはザ・都会的というよりかは自然豊かさも調合した街並みなので、麦畑とシマトネリコを置いて緑を増やします。お土産屋さんの玄関の足元のタイルがブツッと切れてしまっている感がリアリティに欠けてしまっている気がするので、玄関に階段とアーチタイルの前デザインを敷いてお土産屋さんの玄関と前デザインの境目をなじませます。リゾート地にありそうな家具たちを飾ります。まだまだ家具を飾っていきます。白に青とブラウンが入るだけで一気におしゃれになりますよね。あ、見てしまった。これを放っておくわけはないですよね。安定に広葉樹でつなぎ目を隠しました。ここにも緑を足しとこう。木の下に洗面台は不自然かな。こっちの方がしっくりきたからこっちにしよう。最後に街灯を置いたら、今日はこの辺で完成にしたいと思います。それでは完成映像をご覧ください。
ギリシャをテーマにしたリゾート地クリエイトどうでしたか？初めて使う家具をたくさん使えたので、私自身満足できるクリエイトができたんじゃないかなと思います。さて、いよいよ島作り終盤まで差し掛かりました。残り2割作れば完成っていうところまで来ているので、完成めがけてラストスパートをかけていきたいと思います。そしていつも温かいコメントをしてくれる皆様、本当に励みになっています。まだチャンネル登録してないよっていう方はポチッとしていただけると嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは本日はこの辺で、またねー。